ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。海も山もありそうだね。早速確認しよう。これはだいぶ昔に、私が勤めていた会社で、温泉旅行に行った時の話です。大型バスに乗り込んで現地に到着すると、社長は幹事を呼びつけていました。私が行ったところはここじゃないよ。何軒も旅館が並ぶ通りでしたが、薄暗い夕方だというのに明かりがついている宿がありません。その中をバスが通り、着いた宿でした。会社も経費節約だね。寂しいところ。怖いくらい。皆でひそひそと話し合っていると、社長自らがフロントに向かって確認をしています。すると奥から女将らしき人物が現れて、社長へ話しかけました。まあまあ、お坊ちゃん。忘れずに来ていただいて嬉しゅうございます。さあ、どうぞどうぞ。その様子から、どうやら社長の知り合いが、やっている宿だということになり、宿泊が決まりました。総勢60人の小さい会社でしたが、毎年良いところへ旅行に行かせてもらっていました。でも正直、今年はちょっと外れかなという印象です。各自割り当てられた部屋に入ると、木造の昔ながらの旅館です。他の宿泊客はおらず、私たちも貸し切りでした。温泉はなかなか風情があって、湯船の真ん中に観音像があり、照明はちょっと暗すぎるかなという感じでした。掃除が行き届いていないようで、床の縁にはカビがあったり、廊下の飾り棚は埃がかぶっています。ここは昔は賑やかな旅館街でしたが、今ではすっかり寂れてしまいました。宴会場で、女将がそんな挨拶をしました。先代はお元気ですか？そう社長が言うと、女将は飛び上がらんばかりに喜びました。お坊ちゃま、先代にはひいきにしていただきました。今日は精一杯用意させていただきました。賑やかにお過ごしくださいませ。100畳ほどの長っ広い座敷で宴会が始まると、女将が涙を拭う仕草が見えました。料理は冷めていましたが、宴会になればそんなことは気になりません。中井さん方のテキパキした働きで滞りなくお開きになりましたが、経営が厳しいのかなと思うと変な詮索はできません。騒ぎすぎた疲れからか、部屋へ戻るなり、皆眠ってしまったと言っていました。みんな、出発だ、早くしなさい。翌朝、会社の幹部たちが慌てふためいた様子で起こして回っています。顔を洗う時間もなく、バスに乗らされてゆく私たち。一体どうしたのだろうと思っていると、社長がバスのマイクで説明を始めました。ここは昔ね、先代が懇意にしていた旅館なんだよ。たまには使ってみようかと、私が幹事に言った。確かにね。でも今は場所を移動して、別なところで経営しているんだ。そして幹事役だった社員が続けます。朝、支払いをしてほしいと中井さんの一人から声をかけられたんだ。中井さんの話によると、宿の女将さんは、もうすでに亡くなっている方だというのです。衰退してゆく宿で、最後の少数客まで対応し気丈に頑張っていたけど、見かけないと思ったら宿の一室で自殺していたそうです。私たちが宿泊するより前、その宿で働いていた中井さんたちの枕元に、女将さんが立っていたそうです。お客さんが来るから、宿を開けてほしい。そう言って、毎晩現れる。気味が悪いが、生前よくしてくれた女将さんが、あまりにもお願いするものだから、供養だと思って宿を開ける準備をした。するとそこへ、私たちが団体で押しかけてきたというのです。しかしやは、もうやっていないはずの旅館から、60人の宴会の注文が来て驚いたそうです。それでも場所だけ使うという話で、ひょっとして女将の親族かなんかかなと思って、電話の注文を受けたと言います。さらに不思議なことに、
私たちはおかみさんを確かに見ていたはずなのに、中井さんは誰一人としておかみさんに会っていないのだとか。その朝はバラバラにその辺りの店で朝食を食べ、観光の日程はキャンセル。バスの帰り足では、一応お払いに行きました。悪かったね。でも料理は仕出し屋のだから大丈夫だし。中井さんの働きも見事なものだったろう。昔を知ってる会社の旅行で、おかみも嬉しかったんだろうな。社長が詫びながら、そうポツンと言ったことが忘れられません。おかみさんが実は亡くなっていて、元同僚たちが供養のために宿を開けていた。あまりにも献身的な話だけど、それは少女の論理なんだ。おかみさんは社長に会えて喜んでたけど、帰った後の宿は、元の廃屋に。客を招くという役割を放棄できず、元中井たちの枕元に立ち続けたその執念。中井さんたちには見えてなかったのが悲しいね。仕出し屋に電話をかけたのは誰か？ 60 人分の冷めた料理を運んだのは誰か？わからないことが多いね。締めとなった社長の発言。おかみも嬉しかったんだろうなって言葉だね。救いであるように見えるけど、死者との境界線を曖昧にする危うい工程だ。まさか、次の旅行でもまた。次の旅行は何事もありませんように。学生時代に友人と一緒にサーフィンへ行った時のことです。私たちが住んでいる地域には、サーフィンができるような波のある海がなく、遠方へ車で行かなければなりませんでした。早朝から海に入れるよう深夜に出発し、学生でお金がなかったので有料道路を極力使わずに、時間をかけていくのが私たちの楽しみ方でした。その日も大阪へ深夜に集合し、友人2人と私の合計3人で行くことになっていました。ところが当日になって、友人の分のサーフボードも預かっていた子が行けなくなり、彼女の京都の下宿先まで寄ってから海に向かうことになりました。土地勘のない場所に行くため、カーナビをセットしてから、彼女のところへ向かいました。ナビの言う通りに向かうと下宿先まではすんなり到着。無事にサーフボードを受け取ってから、もう一度カーナビをセットし直しました。ボードを積んで、やっと海へ出発です。深夜ということもあってテンションも上がり、バイトの愚痴や恋バナ、家族のことなど何気ないことを話しながら、友人の運転で車を走らせていました。そしてしばらくすると、田舎で真っ暗な道の真ん中に、大きな鳥居が見えました。友人と、普通の道に突然鳥居が現れるなんて京都らしいね。でもちょっと怖いね。と言いながら、車で鳥居をくぐりました。するとまた前方に同じ鳥居が見えました。あれ？同じところに出てきたね。と友人が言います。ナビの通りに進んで行っていたはずだったのですが、どこかで間違えたのでしょうか。もう一度同じ道を通ることになってしまいました。そこで次はナビの指示とは別の道を通り、とりあえず広い道路に出ることにしました。違う道に出てまた喋りながら走っていると、友人が突然、ちょっと寒気がするから冷房切ってもいい？と言い始めました。私は寒くはありませんでしたが、冷房を切りました。しばらくすると車内はすぐに暑くなっていきました。真夏ですから、冷房をつけないのはなかなか酷です。友人の顔を見ると汗が流れていました。暑くなってきたね。冷房もう一回入れようか。と言うと友人は、寒い。と一言。体調悪いの？と聞いても、大丈夫だ。と言います。何か違和感を感じながらも、そのままにして、車はさらに走っていきました。すると、前方にまたあの赤い鳥居が見えました。全く違う道を、それも随分長い距離を走ってきたはずなのに、同じ鳥居が目の前にあるのです。友人は運転席で真っ青な顔になっています。そして、それまで異様なくらいに熱気に包まれていた車内が、なぜかとても寒くなっていることに気づきました。冷房は入っていません。
鳥肌が立ち、歯がカチカチ言うほど、冷たい空気が車内に充満していきました。一度車を止めて窓を開けると、やっと少しずつ元の空気に戻っていきました。私たちは怖くなり、次は鳥居をくぐらずに、車をバックさせて適当なところで U ターンしました。その後は鳥居が出てくることはなく、車内の温度も変わることはありませんでした。しかしなんとなく嫌な空気を背負ったまま海に行くことになってしまい、私たちは気分が上がりませんでした。そして、サーフィンをしようと海に入ると、普段はそんなことは起こらないのに、リーシュコードが外れてしまった人のサーフボードが直撃したり、クラゲに刺されたりと小さな不運がたくさん起こりました。極めつけは帰り道。運転を交代しながら帰っていましたが、私が助手席で打とうとしていると明らかに車が、反対車線に寄っていっている感覚が、まさか友人が居眠り運転をしているのかと思い、慌てて運転席の友人を起こそうとすると、なんと目を見開いているのです。ぼーっとどこか一点をじっと見つめながら、ハンドルを握る様子は普通ではありませんでした。幸いにも名前を呼びながら肩を叩くとすぐに意識が戻ってきて、事故に遭うことはありませんでした。後から聞くと、その数分間の記憶が全くないと言います。それ以来、京都を経由してサーフィンに行くことはなく、鳥居のそばにも行っていません。あの鳥居は何だったのか。あの一日私たちに起こった、数々の不運は鳥居と関係しているのかわかりませんが、思い出すと今でも怖くて仕方ありません。冷房を切っているにもかかわらず、車内が凍りつくほど寒くなる。真夏の夜なのに歯がカチカチなるなんて、一体どこをさまよってるの？運転手の友人の、数分間の記憶がない状態。反対車線に突っ込もうとしたのは、鳥居の重による強制的な連行だ。もしかしたら、海での不運も、あの鳥居をくぐった時についてきた何かが？性への執着があったのが分岐点だったな。古い道には、ナビにも乗らない入り口が、今も口を開けて待っているんだね。何度も同じ鳥居が出てくるのは、あの場所が彼らを逃がさないように、空間をつなげてたからだろうか？さっきアルトが言ってたけど、語り手さんの行動の結果だよね。異常が続いていた空間でも怯えずに、冷静に友人を呼び戻せてよかったよ。私は自然がとても豊かな田舎町に住んでいるものです。町自体はごく片田舎でチェーン店も多くありますが、少し車を走らせればすぐに農地の風景が広がり、緑豊かな山脈のふもとに連なっています。都会から引っ越してきたばかりの頃は多少不便さを感じていましたが、今ではこの美しい豊かな自然にこそ、親しみや愛おしさを感じるようになりました。そんな私たち家族の週末の楽しみは、そういった自然の部分への小旅行です。比較的標高の緩い山もたくさんありますので、お弁当やおやつを持参してピクニック。秋には栗拾いができますし、冬になればソリやスキーで雪山を滑ります。年間を通しては、ちょっとしたハイキングコースで、数時間の散策を楽しむのが、定番の日曜日の過ごし方です。何しろ色々なトレッキング、ハイキングコースがありますので、数年かかった今でも全く制覇ができていません。先日も夫と子供と、丸谷のコースを歩いてみようか、という話になりました。それは隣町の裏手に山があり、そこの谷間に沿って歩く数時間のコースです。何気なく同意して私たちは出かけました。そのコースの入り口に着くと、通常のハイキングコース同様、コース案内の地図とマークの説明がありました。コースごとにマークがあるので、それに従って歩いていけば、道に迷うこともないという仕組みです。ただ、そのコースは少々妙な説明がついていました。3種類のコース説明の下に、以上のマーク以外の印は、現在では使用されていないコースの同様です。見かけても、決してそれに従わないようにしてください。
町観光課。と記してありました。なんだか変な書き方だな、と心に引っかかったものはありましたが、私たちは一番簡単な赤丸マーク、コースに沿って、歩いていくことにしました。谷間沿いのコースですので、歩いているとかなり肌寒さを感じました。私はしっかりと防寒してきてよかったと思いました。途中、飛び石を渡って小川を渡り、新幹部の小道を通ると、終着点とされていた岩屋にたどり着きました。巨大な石が組み合わさってできた自然の造形物なのですが、なるほど岩屋と見えなくもありません。古びたしめ縄が張ってありました。そこで水分補給をし、少し休んで引き返そうとした際に、夫が、あれ？岩屋の中に印がつけてあるよ。というのです。その岩屋は閉ざされた構成ではなく、トンネルのように向こう側が見える形になっています。言われて覗いてみると、確かに岩の表面に印がありましたが、それは散策コース冒頭の地図に記してあった3つの印とは、全く異なるものでした。夫と子供はすでに岩屋をくぐりかけており、私も釣られて入りかけ向こう側の様子を見ました。小道が続いていましたが、両脇の木々が異様な形にしなっており、何か不気味な雰囲気が漂っていました。海の近く、風の激しい地域でこのように木々がしなうのを、見たことはあるのですが、こんな山間部でなぜ、何かがおかしい、と私の本能が直感しました。私は夫と子供を引き止め、これは昔のコースだからやめておきましょう。もうすぐ日も暮れそうだし、と説得しました。それもそうだと、二人ともすぐに向きを変えて、私たちは元のコースに戻りました。何事もなく私たちは無事に帰宅できたのですが、その後私はなんとなく気になり、例の谷間のことを少し調べてみました。すると驚いたことに、数人の行方不明者が継続して発生している、という、地元新聞の記事を発見しました。数十年前の昭和50年代頃から、肝試しに谷間のコースをたどった中学生が帰ってこない、という、ケースがいくつか散見されたのです。岩屋の由来については何も記述はありませんでしたが、私はこの記事を読んだ瞬間に全身の毛がよだつのを感じました。岩屋の向こう側に見たあの曲がりくねった木々のトンネルは、ひょっとしたら異世界への入り口だったのではないか、と思えて仕方がないのです。その後もずっと散策やハイキングは続けていますが、私たちは人通りの多い、メジャーで安全なコースを取ることにしています。異様な形にしなった木々のトンネル。興味深いディティールだな。決して従わないように、っていう警告に、助けられたみたいだね。昭和の頃から続く行方不明事件。あの岩屋はただの自然物じゃないだろう。コース案内を覚えててよかったね。語り手さんの直感がなかったら、みんな揃ってあのまま。地図から消された道に従うことはつまり、自分の存在を地図から消すことと同義だ。注意や案内はよく見ておこうね。私は見落としちゃいそうだな。向こう側へ行ったきり戻ってこられない。そんなことになったら予定だけじゃなく、人生丸ごと台無しになってしまう。アルト風に言うなら、異界への関所。ね。私も気をつけるよ。旅行とは、境界を越える行為そのものだ。みんなが楽しい、と感じるその背後で、その場所は獲物を飲み込む機会を伺っている。同好会のみんなは無事に帰ってきてるよね。きっと、もう次の休みのことを考えているんだろうな。次の連休、みんなはどこに行くのかな？今から予定を立てるのが楽しみだね。下調べは忘れないように。知っておいて損はないからな。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。